迷えるスピリットとの対話、スピリチュアルカウンセリング、精神病治療30年、カール・オーガスト・ウィクランド著、近藤和夫役、第3章、地球圏の低階層と人間の磁気オーラから抜け出せないでいるスピリット、第5節、最後の表意例、人体から放射されている磁気性オーラと電気性オーラは暗闇の中に閉じ込められている自爆霊には灯火のように見える。自我意識がしっかりしていないために無意識のうちにそれに近づくのであるが、その際に灯火と見られている人間が霊的感受性が特別に強いと、そのオーラに引っかかってしまう。本来なら拒絶反応、一種の防御本能が働いてすぐに離れるのであるが、両者の間に何らかの因縁がある場合には、憑依現象がエスカレートして、スピリットの意識の働きがその人間の脳の働きにまで響くようになる。二重人格と言われているのはそういう状態を指す。これが一個のスピリットでなく、複数のスピリットが一人の人間のオーラに引っかかっている時が多重人格と言われている症状になる。次の例は、初めのうち手に負えないほどひどかった症状が、除霊が進むにつれて軽くなり、ついには最後の一人となった。そのスピリットを奨励した時のものである。患者 LW 夫人、スピリットジュリア・スティーブ、博士、お名前をおっしゃってください。私たちは暗い闇の中にいる方々をお招きして悩みをお聞きしているものです。亡くなられてからどのくらいになりますか？スピリット、何かが起きたようには感じております。博士、ご自分の体から抜け出てしまっていることはお気づきですか？スピリット、手を握らないでください。私は資産家のレディでございますの。LW 夫人はこのセリフをよく口にしていた。レディに対する礼儀をお忘れなく。博士、ミセスと呼ばれてましたか？それともミスでしたか？スピリット、私は資産家のレディでございます。そのようなゲスの質問には慣れておりませんので、私からあなた様に申し上げたいことがございますの。博士、どのようなことで？スピリット、あなたは私の背中に妙なものを浴びせる悪い癖がおありのようで。静電気治療のこと。あなたはまたこの私を牢の中に閉じ込めましたね。オーラの中で身動きができなくなった状態のこと。あなたに相違ございません。どこのどなた様でいらっしゃいますか？博士、あなたのためを思ってお話を伺っているものです。スピリット、第一、私はあなた様を存じ上げておりません。第二に、あなた様にご相談申し上げることは何もございません。どなた様ですか？お名前をおっしゃってください。博士、ドクター・ウィクランドと申します。スピリット、本当はお名前を伺っても仕方ないのですけどもね。何の興味もございませんもの。博士、スピリットの世界へ行きたいとは思いませんか？スピリット、そんな話聞いたこともございません。私はスピリットではございません。博士、その手をご覧になってみてください。あなたのものでしょうか？スピリット、あなたという方はこの私を長いこと牢に閉じ込めておいて、今度は偽物を見せようというのですか？聞く耳はございません。博士、ここへはどうやって来られたのでしょうか？スピリット、牢の中にいてふと気がつくとここに来ておりました。どうやって来たのかわかりません。以前はお友達、他の憑依霊がたくさんいたのですが、いつの間にか一人ぼっちにされてしまいました。牢に入れられているのですが、どんな悪いことをしたのか自分でもわかりません。博士、そのお友達とはどこで一緒だったのですか？どこに立ち寄っておられたのですか？スピリット、立ち寄っただなんて、ちゃんとした自分たちの家にいましたよ。仲間が大勢いました。男性も女性も。ただ、なぜだかそこから出られなくて、暖かいところにいたり、一人ぽっちになったり、暗いところにいたり。今は一人っきりになりました。私を焼くのはやめてくださいよ。博士、
あの電気治療は自爆霊にはよく効くのです。無知な霊にね。スピリット。無知ですって？よくもそんな失礼な言葉が使えるわね、生意気な。博士。あなたはもう物的身体から抜け出てしまったことをご存じないのですか？肉体を失ってしまわれたのです。スピリット。どうしてそんなことがわかるのよ。博士。それは今あなたが話しておられる体はあなたのものではないからです。それは私の妻のものなのです。スピリット。あの針のようなものを浴びせる前はあなたを一度も見かけたことはございませんよ。博士。あの時のあなたはそれとは別の体を使っておられたのです。スピリット。一体それはどういう意味ですか？博士。別の人間の体に乗り移っておられたということです。スピリット。なるほど。そういえば思い当たる節があるわね。なんとなく自分が自分でないような気がしたかと思うと、また自分に戻った感じになったりしてました。一人図体のでかいのがいて、少し間抜けなところがあるんですけど、その人の言う通りにさせられていました。もう一人の憑依霊で、この女性の前に除霊されたジョン・サリバンのこと。本当は言いなりにはなりたくなかったのです。だって私は欲しいだけお金があるし、なんであんなゴロつきに悩まされる必要がありますか？そこは私の自宅ではありませんでしたが、そこにいないといけなかったのです。なぜ逃げ出せなかったかがわかりません。その男は私を入れて数人ばかりを牛耳ってました。博士、例の電気が逃げ出すのに役立ったわけでしょ？スピリット。そうね。でもその時の痛さったらありませんでしたよ。命がなくなるかと思いましたよ。博士。何はともあれ、その電気のおかげで自由になれたじゃありませんか。スピリット。あの男からはどうしても逃げられませんでした。言われた通りにしないと大変なの。彼がやたらに走りたがるものだから、私たちも走るしかなかったのです。患者はよく逃げ出すことがあった。一人小さい女の子がいて、その子は泣き通しでした。時々自由になったかと思うと、すぐまたそういう悲劇に巻き込まれるのです。その時にはふわふわ漂いながら、あちらこちらへ行くような感じもしました。博士、そんな時は一個の自由なスピリットとなっておられたのですよ。スピリット。スピリットという言葉を口にしないでください。大嫌いです。そういう類のものには縁はございません。博士、あなたはまだご自分が肉体から抜け出てしまったことが悟れないのですね。死んだと言っているのではありません。ちゃんと生きていらっしゃいます。ただ今はスピリットとして生きているということです。スピリット。私は死んでなんかいませんよ。今こうしてあなたと話をしているじゃありませんか。手も腕もこれ、ちゃんと動かせるじゃありませんか。博士、いいですか。あなたが私に向かって話をなさっていても、私たちにはあなたの姿は見えていないのです。見えているのは私の妻の体です。あなたは私の妻の体を使って喋っておられるのです。ミセス・ウィックランドの体です。あなたのお名前は？スピリット。エミリー・ジュリア・スティーブです。結婚してましたが、夫は数年前に他界しました。博士、ここがカリフォルニアであることはご存知ですか？スピリット。そんなところへ行ったことはありません。最初シカゴへ行き、そこからセントルイスへ行きました。患者もセントルイスに住んだことがあり、そこで異常行動が出始めている。博士、セントルイスのどちらでしたか？スピリット。私は旅行していたのです。住んでいたのではありません。博士、病気になった記憶はありますか？スピリット。何も思い出せません。急に興奮状態になる。いやよ。あたしどうかしてるわ。気でも狂ったのかしら。見て。ほら見て。夫がいるわ。幽霊だわ。見て。博士、こうしてあなたと話をしているときは、私は実は幽霊と話をしているのと同じなのです。でも、ちっとも怖くはありませんよ。スピリット。あたしの子供もいる。赤ちゃんだったのよ。リリー。夫のヒューゴよ。あたし頭が変になりそう。まあ、母さんまでいる。
みんな私の方へやってくる。ヒューゴ、本当にあなたなの？リリー、会いたかったわ。でも怖い。博士、あなたはもう生身の人間ではないのです。スピリットになっておられるのです。そのことを早く悟りなさい。スピリット。夫やリリーがなぜ私の周りにやってきたのか教えてください。天国では幸せではなかったのでしょうか？なぜ天国にとどまっていないのでしょうか？博士、天国とはどんなとこだかご存知ですか？スピリット。天空の高いところにあって、キリストと神がいらっしゃるところです。博士、イエスは神の王国はあなたの心の中にあると言いました。あなたは神の神殿であり、神の霊はあなたの中におわしますとも言ってます。さらにまた、神は愛です。愛の中に住める者は神の中に住むのと同じですとも言っています。神は上にも下にも至るところに増しますのです。スピリット。人間の姿をした神は存在しないのでしょうか？博士、神は大霊なのです。一つの場所にのみ存在するものではありません。スピリット。なんだか疲れてしまっておっしゃることが理解できません。どこか休む場所があれば喜んでまいります。これまで私がどんな苦しい目に遭ってきたか、とても口では申せません。帰る家はなく、疲れた頭を休める場所もなく、あちらこちらと歩き回っても家も安らぎも見つかりません。どうか安らぎをと祈ろうとすると必ず邪魔が入るのです。大勢がひしめき合っておりました。私が意地悪な態度をとったこともあります。仕方なかったのです。けだものに取りつかれたみたいに大喧嘩もしました。それが終わると何日もの間ぐったりとなるのです。ひどい目に遭いました。あのゴロつきがいつも私の後をつけ回し、小さい女の子は泣き通しでした。今はもうその男もいなくなりました。ここしばらく見かけなくなりました。泣いてばかりいた女の子もいなくなりました。博士、ご主人やお母さんやお子さんたちと一緒に行かれてはいかがですか？皆さんが介抱してくれて休むこともできるでしょう。何はさておき、肉体はもうなくなったのだということをしっかりと自覚してください。スピリット。いつからなくなったのでしょう？博士、それは私たちにはわかりません。スピリット。大柄な女性になって誰とでも喧嘩ができそうな気分になったかと思うと、今度は小柄な女性になったみたいに感じたりして、とても変でした。博士、それは多分いろんな人間に乗り移っていたのですよ。もうこれでそういう状態からすっかり抜け出られますよ。スピリット。そうしたら休むことができますね。目が覚めてみたら、これは全部夢で、またあのゴロつきと泣き虫と一緒の生活になるのではないでしょうね。あの男はもうごめんです。まるで悪魔でした。女の子をいじめるものだから、それで女の子は泣き通しだったのです。博士、さあ、そういう過去のことは全て忘れて、これから先のことを考えましょうよ。ご主人と一緒に行ってください。スピリットの世界の素晴らしさを説明してくれますよ。スピリット。夫のヒューゴーが見えます。夫が死んでからの私の人生は全く生きがいがなくなりました。それからわずか1ヶ月後に子供も死にました。3歳の幼児でした。夫が私の生きがいでした。夫が死んでからは自分はもうどうなってもいいと思いました。よく一緒に旅をしたものです。アラスカに行った時に夫が風邪をひき、肺炎を併発し、子供も重病になりました。もう一度やり直すのはとても無理です。博士、もう一度やり直してみられてはいかがですか？そのために皆さんが迎えに来られたのですよ。スピリット。一緒に行きたいのは山々ですが、怖いのです。だってみんな死んだ人たちばかりですもの。夫が言ってます。私を随分探したのだそうです。夫と子供が死んでから私も病気になりました。医者の診断では神経膠弱だと言われました。それがさらに悪化してエルギン、多分精神病院の名前と呼ばれる場所へ移されたのを覚えています。うっすらと思い出すだけです。そのうち急に良くなったので、この時死亡。妹のいるセントルイスへ行きました。が、妹に話しかけても何の反応もなくて何か変でした。ではみんなと一緒に参ります。
あの美しいベッドをご覧なさい。これで私もゆっくり休めます。夫と一緒になれば、もう面倒なことにはならないでしょう。夫が私をついに見つけることができて喜んでいることをあなたに伝えてほしいと言っております。もう二度と別れないようにすると言ってます。では皆さん、さようなら。